紋章師マルスは華麗な連続攻撃と敵を翻弄する軽快な動きを得意とする。シンクロスキル見切りは自分の攻撃時に敵の反撃が当たりにくくなる。お力お借りいたします。エンゲージ武器レイピアは2つの特攻がついた剣。牙にも重装にも大ダメージを与えることができる。負けるわけにはいかぬのだ。エンゲージスキル神速は攻撃回数が1回増える。もともと追撃で2回攻撃する状況なら一度に3回も攻撃できる。そしてエンゲージ技スターラッシュ。目にも止まらぬ連続攻撃を繰り出し敵に大ダメージを与える。竜族が使った場合攻撃回数にプラス2のボーナスがつく。回避と手数、シンプルながらも戦闘力を純粋に強化できるので誰と組み合わせても使いやすい紋章師だ。負けるわけにはいきません。紋章師セリカは魔法攻撃と異形兵など異形の敵への攻撃を得意とする。シンクロスキル異形リベンジは異形の敵から受けたダメージの一部を相手に返す。よっしゃエンゲージ武器エンジェルは異形の敵に大ダメージを与えることができる魔法攻撃。エンゲージスキル重傷は魔法攻撃を2回に分けて使える。ダメージは半分になるがもうちょっとで倒せそうな敵が2体いる時にうってつけ。安らかな眠りを。そしてエンゲージ技ワープライナー。離れた敵の元へワープ移動し強力な魔法攻撃。通常通れない地形も無視してワープできるので孤立した仲間の救済などに便利。飛行が使った場合ワープ距離にプラス5のボーナスがつく。魔法攻撃が主体になるので魔導系の兵士と相性がいい紋章師だ。安らかな眠りを。紋章師シグルドは高い機動力で戦場を縦横無尽に駆け回る。シンクロスキル再移動は攻撃後にもう一度移動することができる。エンゲージ武器ナイトキラーは牙の敵に大ダメージを与えることができる。恨むといい。エンゲージスキル迅走は移動が常に5プラスされる。かなり遠くまで移動できるので仲間のピンチ打開に便利。牙が使った場合移動距離にさらにプラス2のボーナスがつきなんとここまでいける。そしてエンゲージ技オーバードライブ。直線に並んだ敵を攻撃しつつ反対側まで駆け抜ける。長距離移動の特徴はアーマーや回復薬とも相性がいい。可愛さが戻ったよ。紋章師リーフはあらゆる武器を操り臨機応変に戦うことができる。シンクロスキル急所ずらしは武器相性が有利な時に受けるダメージが減少する。もっと可愛くかっこいい。エンゲージ武器キラーアクスは必殺の一撃が出やすい斧。この日を待ち望んでたよ。エンゲージスキル即応は敵から攻撃された時に剣なら槍で斧なら剣で手持ちの武器から自動的により有利なものに持ち替えて応戦する。
離れた場所からの攻撃には射程優先でしっかり反撃。そしてエンゲージ技テトラトリック。剣、槍、斧、弓で連続攻撃を行い高確率で敵をブレイク。機構が使った場合相手の武器にかかわらずブレイク確定。武器や兵士の相性を気にせずどこにでも攻め込むことができるオールマイティーな紋章師だ。犠牲にするのが嫌だ。紋章師ロイは攻守のバランスに優れ最前線で活躍することを得意とする。シンクロスキル踏ん張りはヒットポイントが 30% 以上あればどれだけダメージを受けてもギリギリで耐えることができる。エンブレムエンゲージ。エンゲージ武器ランスバスターは武器の相性が逆転し槍をブレイクできる。エンゲージスキル超越は一時的にレベルアップして能力を大幅に強化。強化前と後でこれだけ違う。人の可能性を信じる。そしてエンゲージ技獅子グレン演武。前方横3マスを攻撃しさらに移動を阻む炎を発生させる。竜族が使った場合攻撃範囲がさらに広がる。一発ではやられないタフさ。固まった敵を一掃する攻撃力と前衛向きの紋章師だ。紋章師リンは相手に反撃の機会を与えない猛攻を得意とする。シンクロスキル攻め立ては相手より速さが大きく上回っている時に相手の反撃より先に追撃する。すまないの。僕なんかとごめんなさい。エンゲージ武器キラーボウは必殺の一撃が出やすい武器。僕が守ります。エンゲージスキル残像は自分の周囲に4体の残像を生み出しおとりにしたりチェインアタックに利用できる。しぶといですよ。僕からも。もう後には引けません。そしてエンゲージ技流星群。弓による超遠距離からの5連続攻撃で一方的に敵を攻撃することができる。隠密が使った場合さらに射程プラス10のボーナス。ここまで届く。まだですわよ。反撃を許さない近距離での攻めの勢いとどこからでも狙い撃つ遠距離射撃。火力の高いユニットとの相性がいい紋章師だ。紋章師エイリークは双子の兄エフラムと交代し状況に応じて能力を切り替えることができる。エイリークのシンクロスキル月の腕輪は相手の守備が高いほど与えるダメージが大きくなる。エフラムに交代することでシンクロスキルは太陽の腕輪に変化。こちらは与えたダメージに応じてヒットポイントを回復する。行きましょう共に。エンゲージ武器レイピアは牙にも重装にも大ダメージを与えることができる。まだまだ未熟よ。エンゲージスキル創生はエイリークエフラムそれぞれのスキル効果を同時に発動できるようになる。月の腕輪は実月の腕輪にパワーアップし与えるダメージの強化と回復機能を併せ持つ。みんなのおかげよ。
そしてエンゲージ技ツインストライク。槍と剣2つの武器による攻撃でブレイクが出やすく、異形の敵に大ダメージを与えることができる。牙が使うとさらに攻撃力アップ。火力と回復を併せ持つ単独行動で力を発揮できる紋章師だ。紋章師アイクは攻撃力耐久力に優れ、ダメージを受けるほど大きな力を発揮する。シンクロスキル優勝はヒットポイントが 75% 以下になると守備と魔法が上昇する。エンブレムエンゲージ。エンゲージ武器ハンマーは敵をスマッシュすることができ、重装兵に大ダメージを与えることができる。失いないものがある。エンゲージスキル不動は回避がゼロになる代わりに受けるダメージを半減する。竜族が使った場合、さらに受けるダメージマイナス 10% のボーナス。そしてエンゲージ技破国天空は1ターン守備力を高めて敵の攻撃にひたすら耐え、次のターン開始時に強力な範囲攻撃を自動発動。加えて受けたダメージに応じてヒットポイントを回復。敵の塊にあえて突っ込んで一気に壊滅を狙うなんて戦い方も可能。守りが固くピンチに追い込まれるほど強くなる。敵の引きつけ役として頼もしい紋章師だ。紋章師ミカヤは高い魔力と癒しの力を持ち、味方の回復を得意とする。シンクロスキル杖使いはどんな兵士でも杖が使えるようになる。私のためにありがとう。移動力のある兵士と組み合わせれば優秀な回復役に。湯上がりの気分です。時は満ちた。エンゲージ武器シャインは光魔法で攻撃を行った後周囲を明るく照らす。エンゲージスキル増幅は杖の射程や効果範囲を増幅させる。離れた味方の回復やありがとう大好き。離れた敵の動きを封じたりとサポート役として重宝する。そしてエンゲージ技大いなる癒しの手。自分のヒットポイントと引き換えに味方全員のヒットポイントを全回復。使用後自分のヒットポイントは通常1まで下がるが、竜族が使った場合のみ 30% 残る。どうも。誰でも杖使いにすることができるサポート回復に特化した紋章師だ。紋章師ルキナは仲間との共闘を得意とし、味方の近くで戦う時に大きな力を発揮する。シンクロスキルデュアルアタックは戦闘スタイルにかかわらず誰でもチェインアタックができるようになる。より遠くに攻撃できるほどチェインアタックの発動機会は多くなる。神に使ってそれから出番です。紋章師殿。エンゲージ武器ノーブルレイピアは牙や重装兵に大ダメージを与えられる。僕の勝ちだ。エンゲージスキル絆盾は隣接する全ての味方が受ける攻撃を高確率で無効化できる。機構が使えば 100% 無効化。そしてエンゲージ技オール・フォー・ワン。周囲2マスにいる味方がスタイルに関係なくチェインアタックに参加。フォーメーション次第では
味方全員が攻撃参加することも。私の勝ちね。守りも攻めも、仲間が近くにいるほどその力を最大化することができる紋章師だ。紋章師カムイは敵の行動や地形効果を制御し、戦いを有利にコントロールすることができる。シンクロスキル龍脈は地形にさまざまな特殊効果を付与することができる。回避アップの霧や回復効果のアロマ、ダメージを受ける炎など、効果はユニットの戦闘スタイルによって変わるが、竜族だけ全ての特殊効果から自由に選べる。いざ書き込みに参りましょう。エンゲージ武器逆刀は武器の相性が逆転し、槍をブレイクできる。エンゲージスキル呪縛は自分の攻撃時に相手とその周囲1マスの敵を1ターン移動できないようにする。敵が1箇所に固まっていたらチャンス。そしてエンゲージ技流線砲、前方3マスを攻撃し地形に水たまりを付与。バフ効果とデバフ効果をうまく使って戦いを有利に進める。サポート役として頼もしい紋章師だ。紋章師ベレトは味方の能力を上昇させ勝利へと導くことができる。シンクロスキル天国の拍動は本当は外れてしまったはずの攻撃が一定確率で命中する。君に敬意を。共に駆け抜けましょう。エンゲージ武器英雄の遺産は戦闘スタイルに応じた特殊な武器を使用できる。加減すべきでしたかな。魔導のティルソスの杖は武器としては使用できないが、魔法の射程が常に2プラスされる。焦らず戦おう。エンゲージスキル指導は周囲の味方の基本能力を上昇させる。どの能力値を上げるかは戦闘スタイル次第。そしてエンゲージ技計略女神の舞、隣接する味方全員を再行動させ、かつ基本能力を上昇させる。飛行など移動力の高い兵士と組み合わせれば離れた場所の戦局打開に効果的。単独行動よりも周囲に味方を固めてこそその効果を発揮できる紋章師だ。